飲んできたんですよ。ああ。これ9年目。マジで。田中屋バージョン。神酒デビュー。神酒デビュー。うまい。いいお値段するよ。どっかでお伺いしたことあるなと思って、YouTube されてますよね。はい。韓国に来るあ、はい。お、知ってるんですか。いや、ちょっと今どっかでお見かけした顔だなと思って。ありがとうございます。楽しく見させていただきます。ありがとうございます。ここは何やろ、お城。あ、お城。もともとその生酒って日持ちしないじゃないですか。ですよね。開けたらもうどんどん味が変わっていく。で、そのまあ日本酒のメーカーもそうなんですよ。だから生酒ってもう多分これぐらいの季節になると各メーカーさん火入れしてしまうので、もう基本的には火入れの生貯蔵になるんですけども、そのやはりその味が変化するっていうのは生ひねっていうその変化が酸化が起こるんですけど、それを止める方法がないかっていうことで。まあ思いついたのがこれ容器自体はヨーロッパのオランダのメーカーの容器なんです。みたいですね。この容器の最大の特徴が光を通さないということと空気を通さないんですよ。光通さない。通さない。中の袋が今一番上のやつ膨らんでる状態なんです。あ、そうかそうか。液体はこの中に入ってない。こんな感じの袋が中に入ってない。でこれがもう光も通さないし、酸素も通さないし、二酸化炭素も通さないんですよ。その絞った直後のお酒をそのままこの容器の中に入れるんですけど、この容器すごい特徴があって、実はすごい圧力が高圧力で封入してる状態なんですよ。この容器自体が新品の時も車のタイヤの空気圧と同じぐらいの 2. 数バーの中に入っていて、お酒を詰めている時もお酒をこうギュッと圧縮して、でそのまま圧縮した状態で詰めちゃうんですよ。こんな感じで、これすごい硬いんですけども、炭酸ガスって圧縮すると液体の中に溶け込むんですよ。だからそのビールも缶に入ってる時は別に泡の中になってないんですけど、開けると抑える力が下がるんで泡がバーッと上がるんですよ。その原理をうまく使って、そのお酒に液体に溶け込んでる、溶け込んでることから分離しようとしている炭酸ガスをギュッと圧縮してあげるとまたお酒の中に戻るんで、その戻した状態で貯蔵してるんでフレッシュな状態が保てるっていう、これを発見することができたので、その年間を通して生酒が飲めるっていう。これ極端な話、1年とか置いても大丈夫？ほっと大丈夫です。今僕が直近で9年目のやつをこの間テイスティングしましたけど、本当に変わってないといえば語弊があるんですけど、悪くはなってないですね。ちょっとした熟成感はあるんですけど、フレッシュな感じは変わらない。なので、我々メーカーさんに聞かれるときは2年は大丈夫です。2年は過ぎるとこの容器に詰める時の特徴的な熟成感が出てくる。それはそれで美味しいんですけども。日本酒の心忘れちゃったな、何だったかな。お店が日本酒の日本酒の知ってるのがそうです。あ、そうですよ。ここのうちから行ってるよね。うん、行ってるはず。で、飲んできたんですよ。あありがとうございます。知らずに行ったんですよ。そう、たまたま行って、あれ、それこそこれですよ。はい、
まあこのケルドラフトの商品については、これも飲食店さんに2ヶ月かけてからその大きな変化はないので、安心して買い売りしてもらって大丈夫です。基本保存に関しては冷蔵庫ですね。はい。まあ理想はマイナス5度の冷蔵庫に入れてもらうのがいいんですけど、まあ飲食店さんの0度の冷蔵庫は全然大丈夫です。まあ日本酒面白いっていうのを伝えたいなっていう。まあね、いろんな日本酒業界もいろいろあるんですけど、まあ、トレンドもあったりとかするんですけど、このケグドラフトの僕らがメーカーさんと共に目指しているのは、酒蔵の作ってる人がお芋絞ってるからちょっと飲んでみるかって言われた味のままで飲めますと、そこに価値をつけて、そのトレンドの味とかじゃなくても酒蔵一つ一つが本当に個性の塊みたいな、そうですよね。その個性を味わってほしいっていう、それとやっぱりその付加価値をきちっとつけて飲んでほしいっていう、この2つのコンセプトでやってるっていう。面白いし、なんやろこう理にかなっている。うん。これ所有？はい、ストーブに戻して、はい。薄濁り。そこで飲んだ味と変わらない。あこれね、5年経ってますつけた。21年かな。4年、丸4年です。5年。東北くるっと回ってきて、もう20本ぐらいあるんですけど、はい、2本分けて飲み比べしながら飲んで、じゃあ逆に1日2日また配線して置いて、その違いがもうちょっと変態になってだいぶ日本酒キークになってきてますね。きちゃったんです。甘いの飲んだ後の方が結構辛口はすごい分かる。ガスが本当にこんな感じで出てますね。出てます。これがお酒絞った時に残ってたガスです。すごい酸がすごい。プラス入れて本当に1本もたったガスが抜けていって、これがその瓶に詰める時の状態なんです。低アルでちょっと甘いけど甘酸スパークリング。これでいいよ。まあ手あると言いつつも12番。日本酒においては。日本酒では手あるではあるけれども。書いてある通りや。テイスティングノートを書くともう右に出る者いない人がいる。すごく上手にということそのまんま。表現が的確なんだ。日本酒のプロでもあるし、ワインのプロでもある。まあベースはワインのプロ。でもワインと近い。そうですね。たくさんの白ワイン、スパークリングワイン。これはクックリしたやつや。そう。でも夏のその暑いところで飲むのは結構美味しいし、若い人も結構好きですね。ミト。岡崎ですね。ラベルが特徴的で、うさぎ2つの蔵のコンセプトは2頭を売るものしか2頭を得ずっていう。すごい。全部美味しい、全部美味しくて個性が違うっていう。個性を楽しむ。
国出ご飯。山田に間違いました。うわー、ありがとうございます。かわいい。おちょこ白髪。ちゃんとロゴが入ってる。ありがとうございます。すげえ。いっぱいなんでちょっと待ってください。はい。これがスパークリング。ね。いや、焼酎とあとワイン。近村さん旅のレシピ。お疲れ様です。はい。シロップなしです。はい。いや、今日はわざわざ明石ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。ご縁ってすごいですよ。ですね。今動画上げられてるやつはいつ頃に書いたの？それは去年の11月からの1ヶ月。1ヶ月間とか行くんですか？来世そういう池出します。来世。ポン酢は無理やな。でもまあコロナ前の時はヨーロッパとか2週間、あれが最長ぐらい。2週間最長ですよね。そのさっきのスペインがあってスペイン一緒に行ってたんです。あ、いいですね。あ、うまかったですね。タバスで。また行きたい。あ、また行きたい。ですね。そのタバス食べ歩きね。はい。スペインやったら暮らせる気がする。日本酒に合うものがいっぱいあるんですよね。食材似とるですよね。味付けもね、なんかこうシンプルで、蛇口から出てくるワインがうまいです。こっくり。それこそ生酒と一緒です。ブラコの酒粕漬け。なんだそれ、すごい。ありがとうございます。白いのは何？酒粕らしい。酒粕。あ、美味しい。当てって感じ。でもいや、これは乾杯ですね。日本酒で乾杯です。ガスある？これ9年目。ビールは2016。マジで？匂い？ビールは2016ですし、多分開けてからもだいぶ時間経ってるんですよ。蔵出しが去年の10月。やばい。ガスあるぞ。うまいぞ。
な。甘い匂いした。9年、すごいですね。僕もちょっと9年置いた高橋さんに拍手をよく我慢しました。命かけてるって言うんで。ナスビ、ありがとうございます。最高。おいしい、おいしいわ。学寺に行こうと思ってて、そこが予約でいっぱいだった。堺ね。息子も一緒に行ってた。僕、たまに行く日本酒バー。なんで日本酒バーなんか行ってんの。そこ行こうやっていう話になって行ったのが心さんで来楽の寄付があって、で雰囲気もいいし大人っぽいとこ行ってんねんなってこうメニュー表をパッと見たら寄付知ってるから、あのタンクあるでって。それがまた来楽だったんで、すげえ、すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、いい匂い。めっちゃいいとかって思った時はみんな聞いてますね。これこうもないですか？美味しい。くるくる。美味しいですね。ご飯欲しいですね。最高。ルーローハンのもっとパンチ効いた感じ。これもう豚足です。そのいろんなお酒を体験できるっていうことで新潟酒の陣に去年2回目見て知り合った。茨城産の生酒。すいません。言うだけ言うて。来楽の生原酒。削とはまた違う。瓶の生酒。茨城産の中では生の。えらいことや。柔らかい。日本酒とビール行く人です。僕はずっとビール。そうなんですよ。ビールはチェイサーです。僕ら KB って呼んでるんですよ。KB です。ビールはチェイサーなので。ゆり根の天ぷら。あ、天ぷら。このゆり根はいいんですよ。ゆり根。あら素敵。芋ですよ、芋。うまい。めちゃめちゃうまいよ。さつまいもですね。めっちゃうまい。めちゃめちゃ美味しい。さつまいもより甘い。甘いですね。香ばしいし。7種類、8種類ぐらい。熱いで熱い。熱い熱い。これはビールだ。ビールやね。一回動画そしたらね、韓国料理めっちゃ食べに行った。僕もこっちが潮流です。こっちが花友江で、水元ですね。水元。はい。どっちから。じゃあ超量。じゃあ、なんかね、これ超量なんです。超量なんです。量じゃない。コンベ。超量。まあ、スイーティーな甘い。でも後でキリッと。ゴマチスト
海外でめっちゃ今流行ってるんですよ。そうなんです。オマチスト。だからオマチだけしか飲まないって、オマチが大好きっていう人、アメリカいないですよ。オマチストなんですよ。だから山田錦もいるのかなと思ったらいないって言うんですよ。新潟酒の日後ろにおった男の子チーム、山田錦に間違いなしってずっと言ってる。新潟なんですけど、面白いなぁと。じゃあ2つこっちですね。はい。こっちが原智恵。しかも水元ですよ。パテかなんか欲しいですよね。水元。乾杯です。後から来ますね。後から来ますね。すごい。すげえな。明石のタイですね。明石のタコと。いやー、どっちも入締めってる。の刺身みたいなのがあるんですね。ちょっと韓国で出てくるわさびと醤油あるんですよ。それもめっちゃ美味しいんですけど、僕韓国で驚いたのがごま油と塩とニンニクとヒラメとかタイとかめっちゃうまいじゃないですか。そうなんだ。美味しい美味しい。カルチャーショックですよね。電撃が走るショック。これ何っていう。この食べ方面白い。おいしい。でもめっちゃ美味しいです。でも感じるのがニンニクごま油とも食べてる。合うと思います。日本酒美味しいです。そこまで。ほんまや。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。家紋にしますか？家紋もいいですね。これ大銀ですよ。そう、純大ですね。家紋行ってからこれにします。家紋行ってからこれ。わかりました。はい。そう、家紋はうちがソーホマネさんとコラボして、PB ですね。言ったら家紋ラベルっていうのを田中屋さんのプライベートブランド。そうです。田中の家紋でお酒を今大楽さんとソーホマネさんのそう茨城さんのところとあとソーホマネさんの2種類で作ってで茨城さんのところは山灰作りの7号工房っていうのでもうお願いしてて、度数は僕らでみんなで話し合ってノンテイスティングして話し合って決めるっていうのがいつもの流れなんですけど、ソーホマネの特別純米っていうのが木本の特別純米が定番であるんですけど、それ自体がまずブレンドなんですね。7号工房、6号工房、14号工房を3年分ぐらいかな、大体3年分ぐらいを蔵の方でテイスティングしてブレンドしてで出すのが特純なんですけど、それの田中屋ブレンドです。僕らがいてこの割合でっていうので決めてやってきたのが家紋です。はい。の今年2年目です。寝かして2年。違います。2回目の。そうです。はい。じゃあそれで。はい。家紋じゃあいきます。はい。よかったら練習の間両方飲んでもらえます。カンマが初心者いいと思うんで、じゃあはい。両方お願いします。両方しましょう。はい。ソーホマネの田中屋家紋シリーズですね。かもしれない。茨城県田中屋バージョン。柔らかいですね。柔らかいミルキーミルクですね。冷やでこの味で缶にしたらめっちゃ膨らむんですよね。じゃあ缶酒デビュー。缶酒デビュー。開くんやろな。
キリッとしていながらも柔らかい。へー。どうしよう。この布団に入りたいです。いや、一緒に入りたい。このまま布団に入りたい。いや、めっちゃ美味しいですね。美味しい、美味しい。さっきのソーマレが、特潤ですね。生だ。はい。で、純大です。これは 45% まで磨いた兵庫県余川。去年開けた時より今の方が味が乗ってて、酸がまろやかになってすごくいいと思います。はい。でもまあよかったら冷酒も缶もお願いします。いいですか？はい。冷酒も缶も。出す。あと3年ぐらい置いてもいいですよ。おお。じゃあ純大の缶。いただきます。純大の缶。香りすごい。うまい。鼻から入ってくる情報と下から入ってくる情報違いますね。はい。ものすぎんねんいい意味で裏切られる。チャーではチャー飲みますね。タイミングありますけど、蔵の仕事があります。ありがとうございます。まだぜひぜひその僕に一緒に行って。あ、ぜひ。ごちそうさまです。ありがとうございます。それ言われると頭当てて。ありがとうございます。ごちそうさまです。まだガのサイズが。はい。写真撮ってなかったですね。せっかくだから一緒に。じゃあ一旦。はい。じゃあ私たち。花トゥルセ。はい、ありがとうございます。いやー。ああ。嬉しいですね。